なことでくじけないもん。ご主人様、奇襲しちゃいました。たっぷり食らわせてやれい。まだだ、まだ終わらんよ。これより走行。ネネはあなたに尽くしますぞ。弱いやつは死ね。まだだ。落ち着け。未だ決着はつかず。落ち着いて前線を立て直し反撃に移るぞ。シュリはトーカ様と共に後方へ下がる。やだ、みんなが戦場で頑張ってるのに私一人だけ逃げるなんてできないよ。わがまま言わない。トーカ様は私たちにとって大切な存在なんだから守るのは当たり前だろう。そうそう、それにリンリンたちはちゃんとお姉ちゃんのところに帰るから安心してればいいのだ。でもあなたさえいればまだ我々は戦える。だからお願いします。後方に下がっていてください。分かったよ。けどみんな絶対ちゃんと帰ってきてよ。当然。必ずやあなたの元に帰りましょう。シュリ、トーカ様を頼む。さあ、トーカ様。どうした？何があった？敵前線総崩れとなっております。よし、全軍総攻撃に移るぞ。よっしゃー、先方はわしに任せい。サイ様、お供いたします。おお、来い来い。わしらで劉備の軍をコテンパンに潰してやろうぞ。はっ。なんだ。曹操がどうした？何？楽しそうですね。いよいよ英雄たちとの戦いが始まる。これが楽しくなくて何が楽しいというの？
腕が鳴りますね。ええ、まずは劉備、そして孫権を屈服させ、この私が天下を統一してあげましょう。よっ、自信過剰。姉じゃ、言葉は正確に使え、そして空気をしっかり読め。空気？そこで聞き返すな。はあ、もう何も言わん。ケイファ。孫作との先の戦いのような無様なことはないでしょうね。御意、兵のすべてに正々堂々とした戦いを徹底するよう調練済みであります。ならばいいわ。誰に非難されることもなく、正々堂々と戦い、勝利してこその我が波動、皆も十分に承知しておきなさい。はっ。さあ、戦いを始めましょう。曹操軍の居場所が判明しました。ここより北方およそ50里。すでにそんなところまで。50里ならばおよそ1週間ほどか。どうする剣殿。このままでは劉備ごと我らも曹操の大軍に飲み込まれるやもしれんぞ。どうもこうも今攻撃の手を緩めるわけには。レンファ様、すぐに劉備へ停戦の使者を出すのです。そのまま同盟の締結に向けて交渉しましょう。何？どういうこと？本郷の言う通りです。さらに言えば劉備を取り込むのは今この機会しかない。レンファ様、ご決断を。しかし奴らがそれを受け入れるか。私が行きます。必ずや解き伏せてまいりましょう。そんなカジトが行く必要などない。良いのか。分かった。待て、私はまだ許可していないぞ。でも分かった。ああ。前門の孫権、後門の曹操、まさに絶体絶命というやつだな。さてどうする。現実的に考えて現存する兵力では二正面作戦は不可能でしょう。こうなってしまっては曹操さんか孫権さんどちらかの陣営と停戦、和平、降伏しなければならないでしょうね。軍を率いてこの場を脱し、慶州から益州に抜けるというのはどうだ。今のこの状況では
可能に近いでしょう。孫権さんが見逃してくれるとは思えませんし。どうしよう。一つだけ手はありますけど、孫権さんの使者？降参しろってことかな。どうでしょう。今は推測を控え、使者に会ってから考えるのがよろしいかと。わかった。じゃあ使者さんを通してくれるかな。反東卓連合以来か。久しぶりだな。貴様、周遊。そうだ。私が来たということはどういうことか分かっているだろう、諸葛孔明。曹操さんとは相入れずということですか。そういうことだ。お前たちはどうだ？半ば同意、半ば疑問というところですね。慎重だな。二人して何の話？あれ？あなたどこかで。そうでしたっけ？天の御使いって。カーヌちゃんの占いに出てきた人？この戦乱を収めるって言われてるあなたが、どうして孫権さんのところへ？天命なら、この戦乱を孫権さんが収めてくれるんですか？そうなんだ。当然だ。それは劉備殿もそうではないか？はい。私も力のない人たちが笑って暮らせるようにって武器を持って立ち上がったんです。そうね。だからこそ今は和睦するべきだと思うのだけれど。貴様たちから戦を仕掛けておいて、今さら和睦などとどの口が言うのだ。確かにな。だが多領を侵略し自国を拡大していくことは天下統一を志す英雄にとっては当然のこと。そして状況によって和平を申し出ることもまたしかり。特に巨大な敵が動き出した今となってはな。そうか。そうだ。この大陸に残っている英雄は我らが王孫権、北方の巨人曹操、そして徳高き劉玄徳。あとは英雄とも呼べん小物ばかりだ。だから何が言いたいんだよ。これが最後の機会だと言いたいのだよ。両陣営が孫作のいた頃に戻れるのならば、曹操とて恐るるに足らずだ。同盟のご提案ということですか？そういうことだ。何よ今さら。つい先ほどまで殺し合いをしていた人間と同盟などと。関羽よ、冷静になってよく考えてみろ。何をだ。劉備には
自ら望む世界があって、その世界に共感したからこそ、お前たちは劉備についていくのだろう？当然だ。その劉備が目指す世界が、今まさに叶わぬ夢になろうとしているのだよ。我らが呉との同盟を拒否し、曹操と同盟したとで、東華様の夢がついえる確証はなかろう。貴様の言っていることは詭弁ではないか？ほう。詭弁と思うか。では問おう。貴様は曹操についた方が良いと考えるのか？自分で考えてもいないことを根拠に、私の言葉を否定しないでもらいたいな。しかし、生の言葉ももっともなことではないか。お仲間はこう言っているが、諸葛孔明、お前はどうなのだ？曹操さんの波動の生き方を考えれば、残念ながら周瑜さんのおっしゃる通りになるでしょうね。何？どういうことだ、シュリ。曹操さんは己一人の考え、そして理想のみを正義とし、天下統一を推し進めていく英雄だからです。だから曹操さんが天下を取ってしまえば、東華様の理想や夢は無産してしまうでしょう。つまり、曹操さんは私のこと認めてくれないってこと？はい。天下を二つに分ける。そうか、そんな考え方があったんですね。だから考えてほしいのだ。曹操につくか、我ら呉につくかを。どちらについた方が劉備の夢の障害とならないのかを。シュリちゃん。はい。呉と同盟を組みましょう。シュリは、この二人の言を信じるというのか？はい。想像してみたんです。私たちが曹操さんについた時のことを。きっと、曹操さんは私たちを受け入れてくれるでしょう。でも、それは曹操さんの夢や理想を実現させるための駒としてなんです。東華様の理想や夢を認めたからじゃない。だけど、周瑜さんの提案を聞いた場合、五分五分の条件が出せます。それだけでも不利じゃない。五分五分の条件？私たちだけで曹操さんには対抗できない。でも、それは逆に呉の人たちもそうなんです。呉の人たちだけで曹操さんを倒すことはできない。だけど、私たちと呉の人たちが手を組めば、曹操さんとの戦力比は大きく縮まることになります。だから、呉と同盟を結ぶと。はい。その方が、東華様の夢、私たちの理想、そういった私たち全員の思いを実現できる確率が高いですから。身を捨てて浮かぶ背もあれか。天下二分の計。我らが互いに手を取り、大陸を二分すれば、戦いはなくなるだろう。そしてそれは私たちも同じ。力のない人々が
笑顔で暮らせる世の中を作る。それが5と協力することで生まれるなら、私は5の皆さんを信じたいって思う。ならば、決まりと捉えてよいのですかな？はい。5と同盟を組みます。そして、協力して曹操さんを倒しちゃいましょう。わかりました。納得いかない部分も多々ありますが。今はそうも言っておれんか。どうするか決まったのか？小難しい話を聞くと眠くなるのだ。決まったよ。5と手を組んで曹操を叩くことにな。よっしゃ！了解なのだ。周囲さん、またよろしくお願いしますね。ああ。では、早速提案がある。聞きましょう。敵軍勢の数、そして我らの兵数、なおかつ現在の状況を考えるに、この場で決戦するのはこちら側には不利となる。広い荒野では大軍の方が有利ですからね。そうだ。そこで劉備陣営はすぐさま兵をまとめ、石壁近くの我が城に結集してほしいのだ。石壁、長江に面した土地ですね。なるほど。長江を使って曹操軍の行動を抑制するんですね。そういうことだ。我らも一度兼業に戻り、兵を引き連れて石壁へと赴く。劉備と孫権という英雄2人が餌になれば、曹操は必ずや石壁に来るだろう。そこで決戦だ。決戦は良いが、どう戦うつもりだ？大軍相手に効果のある策は一つしかあるまい？ですね。ならば、その策を最も効果的に使えるように周辺の環境を整える。そのためにも、決戦は石壁で行わなければならんのだよ。なるほど。了解しました。さすが諸葛孔明。我が策を悟ったか。はい。ならば、あとは孔明に任せよう。両軍の地、両軍の武。この二つを曹操に思い知らせてやろう。はい楽しみですね。ああ。では1週間後、石壁の地で再会しよう。さらばだ。本当にこれで良いのですか？周囲さんの言葉を全部信用したわけじゃないけど、でも朱里ちゃんの言葉を聞けばこうするしかないって私は判断する。ダメだったかな。いいえ、我らは東花様のご判断に従います。それが臣下であり友であり盟友である我らすべての思い。曹操に目に物見せてやるのだ。おお、派手にやってやろうぜ。我らがイノシシ武者どもはお気楽極楽なものだな。って言いながら、自分だって早く戦いたくてうずうずしてるくせに。当然。このような大戦、めったにあるものではないからな。存分に暴れさせてもらうさ。どっちがイノシシなんだかよくわかんないのだ。
とにかく全力尽くして曹操さんをやっつけよう。みんな力を貸してね。そうか、劉備は承諾したか。さすがに曹操という巨大な壁に一人で立ち向かうほど愚かではないといったところでしょう。ああ、レーファ様、我らはすぐに兼業に戻り体制を整えた後、石壁に向かいましょう。しかし曹操が兼業を攻めてきたらどうする？それはありえません。曹操は誇り高き英雄の一人。強敵と戦うという誘惑には抗わないでしょう。それにシェレンのこともあります。曹操とて二度とあんな事態を招きたくはないはず。となれば隙をつくようなことはせず、正々堂々と決戦して我らを粉砕しようとするでしょう。分かった。義との戦い、猶予はどれほどありそうだ？曹操軍の現在の位置からしておよそ1週間。それまでに体制を整えなくてはなりません。よし、ならばすぐに兼業に早馬を出し兵を揃えさせよう。出征している兵たちは兼業に到着後1日休息を取る。その後に出陣だ。よい。いよいよ曹操との決戦か。姉様、見ていてください。